スタビレーの3部ロングフレックスラチェット 452QR。 首振り部分にロック機能を備えた外観激渋な80ギアラチェットです。フレックスラチェットは便利ですが、奥の方にあるボルトにアクセスをするとき、首がくたっとなってネジにかからないことがありまして、ロック付きを使ってみたくこの製品を試してみます。スペック的にはスナップオンが良さそうでしたが、最近スタビレーの製品クオリティにやられることが多く、信者になりかけてまして、ラチェットハンドルもこちらを選んでみました。見た目はこんな感じ。スタビレっぽいですね。つるっとした梨地というのか独特な仕上げです。例えるなら足場に使う単管をもう少し綺麗にしたような感じ。個人的には好きな見た目です。こだわりのメッキで耐久性も良いと聞きます。私は好きな見た目ですが、周りの意見を聞いてますと評判が悪いというのか、残念ながら見た目はいまいち人気ないですね。全長は 300mm、重量が 359g。3部のロングとしては一般的な大きさです。ヘッドの大きさはこんな感じ。ジールと比べると若干大きいですが、十分に最近っぽさのあるコンパクトな部類に感じています。ギア数は80枚。ギアのラッチ感はしっかりしていますが、その割に空転は重くないです。めちゃくちゃ軽いって感じはないですが、このくらいなら文句ないですね。スプリングの強さは貢献さんと同じくらいな印象で、なんというか様々なフリクションで持ってかれてる感じがあります。グリス変えたりしてみたらまた雰囲気は変わりそうっすね。今のところこのフィールが気に入っていまして、特に何もしておりません。切り替えレバーの操作感は軽めです。レバーが大きく指によくかかりますので、なおさら軽く感じます。扱いやすいですね。切り替えの向きは回したい方向にレバーを入れるタイプ。貢献さんとは逆になります。このレバー使ってみるまでは見た目がダンゴムシみたいだなと思っていまして苦手だったんです。しかし使ってみると切り替えがしやすい。その形にはやはりちゃんと理由があるんだと思います。とても良い使い心地に仕上がっております。ヘッドの作りは蓋が樹脂製だったり、FOD を意識したネジのない設計だったり、面白いデザインになっています。飛行機系で使われるブランドらしいと感じています。ボタンを押さないとソケットが外れないクイックリリースの採用も FOD が最初の理由なのかもしれません。首のロックポジションはあまり多くはなく、まっすぐの0度、プラス側は30度と60度、マイナス側はマイナス30度のみとなります。フリーのままで使うことはできません。ただ、例えば15度の位置でロックがかからない状態で使うことはできます。0度か30度になりますとロックがかかってしまうので扱いやすくはないですが、どうしても角度が合わないときにはこの状態でも使うことはできます。ロックボタンは重すぎず軽すぎず、操作感はいいですね。ロックの機構は首の圧入ピンを外すとすべてばらけます。シンプルな仕組みですね。グリップは握りやすい形です。デザインか素材の違う部分が非対称に入っていますが、形は対称で使っていて違和感はありません。黒い部分は貢献さんのジールグリップより気持ち柔らかい感じ。緑部分は硬い樹脂。適度なサイズ感でこれといった特徴はないですが、とても握りやすいです。力をかけてぐにゃってしまう感じはないですね。ただ少しベタつきはあります。最初はさらっとしていましたが、オイルついたり溶剤がついたらぺっとりとしてきました。ロッキングは好み分かれるところですが、気に入っている道具です。力かけた時の安心感とネジに当てに行って首がくてんとしないのがいいですね。首のポジションはストレートか90度で使っていることが多いです。まっすぐでしっかりと緩めて90度にして早回し。手首返すだけで早回しできるのはフレックスの良さっすね。90度でロック機能がないのがどうかなと思っていましたが、問題なく使えています。フレックスの角度を変えるのに都度ボタンを押す必要はありますが、ポジションが少ないのもあって、慣れてしまえばそこまで面倒には感じていません。ロッキング機能に加えてクイックリリースがついているのも気に入っている部分です。ソケットを置いてこない安心感と
手がぬるっていても必ず外せる操作性の良さ。ボタンの押し込みは少し硬めですが、ロック機構があるおかげで押しやすく、扱いやすい道具に感じています。さて、気に入ってはおりますが、結構に癖も感じる道具です。まず、ロックポジションが独特。私の使い方では、ストレートの0度の次が30度ではすでに角度がつきすぎているように感じています。コンビ、メガネレンチと差別化ができますので面白い角度設定ではあるのですが、力入れると倒れが出ますので扱いは少し難しいですね。ロックをかけずに15度くらいで使っていることも多いです。それから30度の次、60度のポジションはほとんど使っていません。トルクかけるのがまず怖いですし、早回しにも使いにくい。私にはこの角度を使いこなせておりません。良い使いどころが見出せないばかりか、90度にして早回ししているときに、特に縦方向に使っているときですね。適当にひょいひょいと手首返してやってますと、たまに60度でロックがかかってしまうことがあり、逆にこのポジションない方が使いやすいかもと思うこともあります。ロックのオンオフができればいいんですよね。それで解決はしそう。普段は0度、ストレートでロックして使い、早回しするため90度にするときや、角度を微妙に設定したいときはロックをオフにしてフリーにして使えると便利になりそうだと感じています。ロックボタンをオルタネートというかボールペンのノック式のように押し込みで保持するよう改造ができないか検討しているところです。もしくは30度、60度のロック溝を埋めちゃおうかなとも考えています。メンテ絡みでもう一点。リペアキットのお値段がとんでもないんです。ちょっといいラチェット1本買えてしまうほどのお値段。確かに本国での値段も高めではあるのですが、日本での販売価格が特に最初これ見たとき間違っているのかと思ったほどです。本体高いのはまだあれですが、リペアキット高いというのは苗要素の一つですよね。壊れた時の印象が最悪になってしまいます。これはぜひ改善を願いたい部分となっています。さて、この辺の今まで挙げてきた不満というかネガに思う部分、コンペに上がることの多いスナップオンのロック付きフレックスと比べますと、あっちは全てを満たしてるんですよね。首の角度は細かく設定ができてフリーのままでも使える。保養部品もロックの機構まで全ての部品を網羅しています。値段もそこまで高くはありません。泣きどころだったボタンの耐久性の低さというかレバーの部分も金属製となり頑丈となったようです。ボタンは手元にあった方が操作性は良さそうでしたが、クイックリリースも選べる。グリップもソフト、ハードから選べる。スタビレーに対するブランドへの思いとか何かしらのこだわりがないと、スペック勝負になったらこの 452QR 勝ち目は薄いっすね。感性に訴えかける。かっこいいとか雰囲気が良いとか手によく馴染むとかで押し通すしかないっすね。それでも私はこちらを使います。必要十分は備えていますし、不思議な魅力を持ったラチェットだと感じています。注意点として、ソケットに相性がある可能性があります。手持ちのネプロスソケットのいくつか、差し込みメスの角部分にわずかめくれが見られるソケットと合わせた時に噛み込んでしまうのか、プッシュリリースボタンが押せなくなってしまうことがあります。一度反対側に回してやると押せるようにはなりますし、動画撮っている時は再現できなかった事象ではございますが、報告をさせていただきます。スタビレーの 452QR。多分世間的にベストな道具ではないですが、私にとっては使っていたくなる一本です。謎なかっこよさや言い表せない魅力、味みたいなものにやられてまして、長く使えそうな道具だなと感じています。万人におすすめしないですけど、私の中でのクラシックな一本。この良さってすごく伝えにくいと思っています。ですからこの 452QR、もし機会がございましたら手に取られてみていただきたいです。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。